90年代の日本語の音楽シーンって本当にすごかったですよね。その中でも彗星みたいに現れて、まさに人気絶頂って時にパッと姿を消したあの伝説のバンド、ジュディ&マリー。今回は彼らがどうして今でもこんなに特別なのか、その謎にちょっと深く迫っていこうと思います。普通、解散したバンドってどうしても懐かしいなっていう、夏メロ枠に入っちゃうじゃないですか。でも、ジュディ&メリーってなんか違いますよね。今聞いても全然色褪せない。このリアルな輝きって一体どこから来てるんでしょうか。その核心にぐっと迫っていきましょう。実はですね、この謎を解く鍵って過去だけにあるんじゃないんですよ。答えはなんと2024年の今につながっているんです。そう、ボーカルのユキさんのまさに現在進行形の活動、これこそがジュディ&メリーっていう伝説をただの歴史の1ページで終わらせない一番大きな力になってるんですね。過去から現在へ、そのつながりをじっくり見ていきましょう。まずは、彼らがなんでモンスターバンドなんて呼ばれるようになったのか、その圧倒的なスケール感をちょっと数字の面から見ていきたいと思うんです。商業的な成功ですね。この数字が後々の伝説のいわば序章になっていきます。はい、これ見てください。21週。たったこれだけの数字ですけど、これとんでもない意味を持ってるんですよ。わかりますか？これね、シングルそばかすがオリコンチャートにずーっと居座り続けた期間なんです。あの90年代ですよ。ヒット曲が生まれては消え、生まれては消えっていう、まさに音楽の戦国時代。そこで半年近くチャートにいるって、もうはっきり言って異常事態です。彼らの勢いがこの数字一つで伝わってきますよね。そばかすはもうアニメのタイアップっていう枠を完全に超えて国民的なアンセムになりましたよね。で、大事なのはその次なんです。続くクラシックで彼らは、ただ勢いだけのバンドじゃないんだなぁと、ものすごく高い芸術性も持ってるんだってことを証明した。そして散歩堂でもうチャート上位の常連っていうポジションを完全に不動のものにしたわけです。アルバムの売れ方っていうのもまたドラマチックなんですよ。初期の JAM っていうアルバム、最高位は23位なんですけど、見てください。36週もチャートにいるんですよ。これってじわじわと口コミでファンを広げていった典型的なスリーパーヒットだった証拠です。そしてベスト版のフレッシュと最後のアルバムワープが立て続けに1位。これも動かぬ証拠ですよね。人気が落ちたから解散したんじゃない。まさに人気のてっぺんで自分たちの意志で幕を引いたんです。そう、彼らの解散って悲劇とかじゃ全然なかったんです。むしろバンド自身が緻密に演出した最後の、そして最高なパフォーマンスだったと言えるでしょうね。解散に至るまでのこの流れ、見てください。もう完璧としか言いようがない。まずベスト版のフレッシュでこれまでのキャリアを総括してみせる。そして最後のオリジナルアルバムワープでまたもやチャート1位を叩き出す。とどめに日本のバンドにとって最高の舞台である東京ドームで優秀の美を飾る。まるで自分たちを伝説にするために全部計算され尽くしたかのような見事な幕引きでした。まさにこの言葉に尽きると思います。彼らにとって解散は終わりじゃなくて一つの壮大な作品だったんです。解散っていう行為そのものをもうアートのレベルまで高めちゃったんですね。この東京ドームでの最後のライブこそが彼らをただの人気バンドから日本のロック史にその名を刻む伝説にした決定的な瞬間だったんです。人気絶頂で解散するっていう美学をあの満員の観客の前で完璧に演じきったわけですからね。さて、じゃあ彼らが残した音楽っていうのはその後どういうふうに次の世代に受け継がれていったんでしょうか。その影響力の広がりを具体的に見ていきたいと思います。この結成15周年のトリビュートアルバムの参加メンバーが全てを物語っていますよね。見てくださいよこれ。J-POP のど真ん中、生き物係がいて、当時の戦友ともいえるパッフィーがいて、さらには大御所の奥田民生さん、そしてガールズバンドの直系の後輩、スキャンダルまで。かと思えば、フリーテンポみたいなエレクトロニックなアーティストや、スクールフードパニッシメントみたいなオルタナ系のバンドもいる。これって、ただ単に顔が広いとか、そういう話じゃないんですよ。彼らの音楽の中に、キャッチーなポップさも、
ガツンとくるロックの衝動も、ちょっとひねくれた実験的な部分も全部入ってたってことなんです。だからこそ、こんなにもいろんなジャンルのアーティストの心に刺さったわけですね。しかも、その影響って日本だけじゃないんですよね。特にそばかすがアニメ「るろうに剣心」のテーマソングとして世界中で聴かれるようになったことで、ジューディー&メリーは海外のファンにとっての J-ROCK の入り口みたいな存在になったんです。彼らの音楽の遺伝子っていうのはもう国境を越えて世界中に受け継がれているんです。さあ、そしていよいよこの謎を解くための最後の、そして一番大事なピースにたどり着きます。言うまでもなく、ボーカリストゆきさんの存在です。そしてこれが最後の答えです。ゆうきさんは決して過去の栄光だけで生きている人じゃない。この2024年から25年にかけての活用予定を見てくださいよ。CM ソングがあって、国民的番組のみんなの歌に曲を提供して、さらには今時アナログ版まで出す。彼女は今もなお音楽シーンの最前線を走り続けている少々 G 名現役のアーティストなんです。そう、ユキさんがこうして進化し続ける限り、人々は彼女のルーツであるジューディー&メリーに対しても常に新しい興味を持ち続けるわけです。彼女の今がバンドの過去に絶えず新しい光を当て続けている。これこそがジューディー&メリーが決して古びない最大の理由なんですね。さあ、ここまで見てきたピースを全部つなぎ合わせて、最初の問いに僕なりの答えを足してみようと思います。ジャディ&メリーの伝説がなぜ生き続けているのか。その仕組みは、この3つの要素が完璧に連動しているからなんです。まず、いつでも聴ける色褪せない曲々群っていう完璧なアーカイブ。そして、トリビュート版が象徴するような絶え間ない再解釈。そして何よりも、ユキさんの活動という生きた証。この3一体が彼らをただの過去のバンドじゃなく、今もリアルに生き続ける伝説にしているんだと僕は思います。最後に皆さんにこんな問いを投げかけて今回の解説を終わりたいと思います。ジュディー&メリーの物語っていうのは教えてくれるんですよね。伝説っていうのは決して過去に完成されて博物館に飾られるようなものじゃない。現在との関わり合いの中で呼吸して生き続けて変化し続けるものなんだと。今回の話は以上です。